三畳紀の終わりに地球を2度目の大きな絶滅が襲いました。陸の王者として栄えていたワニに近い仲間たちの多くが姿を消します。そして長い間脇役でしかなかった恐竜たちがついに空いた王座へと歩み出たのです。三畳紀を描いた前回までの物語を覚えているでしょうか？今日はその続きのお話です。今からおよそ2億130万年前、長く続いた三畳紀が終わり、次の時代であるジュラ紀が始まります。このジュラ紀こそ、私たちが名前を知っているような有名な恐竜たちが、大地いっぱいに羽ばたいていく、輝かしい黄金時代の幕開けでした。恐竜の長い物語の新しい章の始まりです。ただ、少し意外に思う方もいるかもしれません。ジュラ紀が始まったからといって、いきなり巨大な恐竜が現れたわけではないのです。この時代の初め頃の恐竜たちは、まだそれほど大きくありませんでした。私たちが思い浮かべる、見上げるような堂々とした姿には、まだまだ遠かったのですね。では、どうやって、巨大な恐竜たちの時代へと変わっていったのでしょう。実はこの時代、世界そのものが、少しずつ恐竜たちに味方していきます。気候も、大地も、植物までもが、恐竜を大きく育てる方向へ動いていくのです。第1話は、恐竜が飛躍する、その助走の物語。まずは、舞台が整うところから見ていきましょう。恐竜の飛躍は、大地そのものの動きから始まりました。この時代の地球には、パンゲアという一つにまとまった巨大な超大陸がありました。今のように大陸が分かれているのではなく、世界中の陸地が丸ごと一枚につながっていたのです。北の端から南の端まで一続きの大地でした。そのパンゲアは三畳紀の終わり頃から内側にひび割れが走り始めていました。ジュラ紀に入るとその割れ目はさらに大きく広がっていきます。何百万年もの長い時間をかけて一つだった超大陸が北と南二つの大きな塊へとゆっくり分かれ始めたのです。北側の塊は後に北アメリカやユーラシアになる大地です。南側の塊は後に南アメリカやアフリカ、それに南極へとつながっていきます。今、世界地図で見慣れた大陸たちは、このジュラ紀に少しずつその形を整え始めていたのですね。気の遠くなるような大地の旅の始まりです。大きく開いていく割れ目には、周りの海から水が流れ込んでいきました。離れていく大地の間に、細長い海が少しずつ生まれていきます。これこそ、今私たちが知っている大西洋の生まれたばかりの姿だったのです。広い海も、始まりはこんな小さな谷でした。大陸がいくつにも分かれると、海に面した海岸線がぐんと長くなります。それまで大陸の奥深くに閉じ込められ、カラカラに乾いていた土地にも、だんだんと海が近づいてくるようになりました。ジュラ紀の間に、世界の地形そのものが大きく塗り替えられていったのです。海が近づくと、湿った空気が風に乗って内陸まで運ばれてきます。三畳紀のパンゲアは、その内側が焼けつくような砂漠でした。それが大陸の分裂によって、雨の降る、潤いのある世界へと少しずつ姿を変えていきます。乾いた大地に恵みの雨が戻ってきたのです。こうしてジュラ紀の世界は三畳紀の頃よりも
ずっと暖かく湿った気候になっていきました。北の果てにも南の果てにも氷はほとんど見当たりません。地球全体がまるで大きな温室のように優しく包まれた穏やかで暖かい時代だったのです。ここで一つ心に留めておきたいことがあります。ジュラ紀はおよそ5600万年もの間続いたとても長い時代です。私たちの想像も及ばないほどたっぷりとした時間がありました。その中で恐竜たちはゆっくりとけれど確実にその姿を変えていくのです。一年を通して気温が高く、今のような厳しい冬もほとんどありませんでした。生き物にとっては寒さに凍える心配のいらない暮らしやすい世界です。雨も程よく降り注ぎ、植物がぐんぐん育つための条件が見事に揃っていました。命があふれる舞台が静かに整っていきます。暖かく雨の恵みもある。そんな環境が揃うと大地はみるみる緑に覆われていきます。土の色ばかりでどこか寂しかった三畳紀の世界がジュラ紀では生き生きとしたみずみずしい緑の世界へと生まれ変わっていきました。緑が大地を一気に塗り替えていったのです。では、どんな植物が生えていたのでしょう。まず、足元を埋め尽くすように広がっていたのがシダの仲間です。今でも森のジメジメした木陰でよく見かけますね。あのシダのうんと大きな祖先たちが一面に大地を覆っていました。中には木のように背の高いシダもあったのです。そのシダの間から背の高いソテツやイチョウの仲間が伸びていました。実は公園や通りでよく見かけるあのイチョウ。その祖先はこのジュラ紀の頃にはもう扇の形の葉を堂々と広げていたのです。今も生きているイチョウはまさに生きた化石なのですね。そして一番目立つのが見上げるほど高くそびえる針葉樹の大きな森です。まっすぐ空へ伸びていく堂々とした木々。ジュラ紀の大地にはこうした緑の巨人とも呼びたくなる大木があちこちにそびえ立っていました。その高さは何十メートルにもなったと言われています。こうしてジュラ紀の森は何層にも積み重なった緑の世界になりました。足元には低いシダ、その上にソテツ、さらに高く針葉樹の梢。地面から空の近くまで至るところが葉で覆われていたのです。緑の食べ物があらゆる高さに用意された世界でした。豊かな森ですが、一つだけ足りないものがあります。花です。色とりどりの花が咲き乱れるのは、まだずっと先、次の白秋まで待たなければなりません。ジュラ紀の森は、花のない深い緑一色の世界。それでも、命に満ち溢れた、たくましい森だったのです。花はなくても、葉っぱは有り余るほどありました。そしてこの大量の葉こそ、草を食べる恐竜たちにとっては、目の前に積み上がった山のようなごちそうだったのです。食べ物に全く困らない世界。実は、これがこの先、とても大きな意味を持つことになります。食べ物はたっぷりある。気候は暖かく穏やか。そして何より、あの恐ろしいライバルだったワニ系の王者たちが絶滅でほとんど消えていました。広い大地も豊かな食べ物も恐竜たちが思う存分使える。これ以上ない好条件が見事に揃っていたのです。食べ物が豊富で
気候が穏やかで、ライバルもいない。これほど恵まれた環境が揃うと、生き物にはある変化が起きやすくなります。それは一体何だと思いますか？世代を重ねるごとに体がだんだんと大きくなっていくという変化です。恐竜たちもその道を進み始めました。では、そもそもなぜ大きくなることが有利なのでしょう？その理由は一つではなく、いくつもあります。まず、体が大きいというだけで、他の動物からそう簡単には襲われなくなります。小さな捕食者では手も足も出ません。大きさそのものが身を守る強力な武器になるのですね。それから体が大きいとたくさんの食べ物をお腹に溜めておくことができます。少しくらい食事にありつけない日があっても平気です。大きな体は言ってみればたっぷり余裕のある食料タンクのようなもの。厳しい時期を乗り越える力にもなっていたのですね。大きな体にはもう一つ意外な利点があります。体温です。体が大きいと日中に太陽で温めた熱が冷めにくく、夜になっても体は暖かいまま保てます。おかげで朝も夜も元気に動くことができる。大きくなることは一日を通して活発でいるための確かな助けにもなっていたのです。そしてもう一つ、体が大きくて首が長ければ他の動物には届かない高い木のてっぺんの葉にまで口が届きます。誰も手をつけていない高いところのごちそうを丸ごと独り占めできる。低い場所でみんなと取り合うよりずっと得だったのです。襲われにくく食べ物を貯められ、体は暖かく、そして高い葉にも届く。大きくなることにはこんなにもたくさんの利点があったのです。だからこそ恐竜たちは大きくなるという道を迷うことなく進んでいきました。ただ、ここで一つ大きな謎が残ります。その謎とはこういうことです。暖かく緑豊かな環境で暮らした動物は恐竜の他にもたくさんいました。それなのに、なぜ恐竜だけがあれほど途方もなく大きくなれたのでしょう。実はこれは今もなお研究者たちが答えを探し続けている大きな問いなのです。体の特別な作りに秘密があったのか、育つスピードがとても速かったからなのか、あるいは一度にたくさんの卵を産めたことが大きかったのか、実に様々な説があります。この大きさの謎については次の第2話でじっくりとお話しすることにしましょう。さて、ジュラ紀の初め頃に話を戻しましょう。この時代、首が少しずつ長くなってきた草食の恐竜たちがポツポツと現れ始めます。まだ後の巨大な姿には程遠く、ずっと小さい。それでも彼らは大きくなるための記念すべき第一歩を確かに踏み出していたのです。そして世代を重ねるごとに彼らの体は着実に大きくなっていきました。首はぐんと伸び、足は太くたくましくなり、体はどっしりと重みを増していきます。何百万年もの気の遠くなるような時間をかけた、ゆっくりとした、けれど決して止まらない変化でした。やがて、首の長い大きな草食恐竜が、ゆったりと大地を歩き回るようになります。長い首を空へ高々と持ち上げ、太い4本の足で、その重たい体をしっかりと支える。柱のようにどっしりとした足が、一歩また一歩と、大地を力強く踏みしめていきました。
その大きさはどれほどだったのでしょう。大きなものになると、体の長さはバスをいくつもつなげたほど。持ち上げた頭は何階もある建物とラブ高さに届きました。一日に食べる葉の量も途方もない多さです。まさに大地を歩く生きた山のような存在だったのですね。大きな草食恐竜たちの多くは一頭きりではなく群れを作って暮らしていたと考えられています。仲間と共に食べ物を求めて広い大地を移動していたのです。彼らが残した大きな足跡は化石となって今も世界のあちこちで見つかっています。この首の長い恐竜たちこそ後に陸の上で暮らした最大級の生き物へと育っていく仲間なのです。今はまだその第一歩。体もそこまで大きくはありません。けれどあの伝説的な巨人たちへと続く道は確かにこのジュラ紀の初めから始まっていたのですね。三畳紀ではライバルに押されて小さく縮こまるしかなかった恐竜たち。その同じ恐竜がジュラ紀ではこんなにものびのびと思う存分に体を大きく伸ばしていきました。長い間押さえつけられていた者たちがついに解き放たれた晴れやかな瞬間だったのです。ここで第1話を振り返ってみましょう。三畳紀の終わりの大絶滅で怖いライバルが消えました。大陸が割れて世界は暖かく湿っていく。緑が大地いっぱいに満ち、食べ物は有り余るほど。そのすべてが恐竜たちに味方していったのです。まるで奇跡のような巡り合わせでした。長い下積みを終えた恐竜たちは、この恵まれた世界で生まれつき持っていた大きくなるという才能を解き放ちました。第1話は、いわば輝かしい黄金時代へと向かっていく助走の物語だったのです。そして、その長い助走は、まさに今、ここで終わりを迎えます。次回はいよいよ巨人たちの全盛期です。陸の歴史の中で最大級とも言われる途方もなく大きな生き物が歩いた王国へ皆さんをご案内します。恐竜が世界を満たしていく物語、またご一緒できたら嬉しいです。ここまでのお付き合いどうもありがとうございました。